週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部42話。この物語は女子高校生の雫と愛らがプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回41話で巫女の件について話す男子生徒、その内容を聞き刑事と探偵らしき2人は巫女のいる場所が分かったと言い出す。2人の言う場所に向かうとそこには巫女がいました。42話は無事巫女が見つかったことを雫と愛らに報告する男子生徒。改めて今回の事件を3人で考えているとおかしなところが多いと気づきます。そこでハチ子を呼び探偵事務所にいる人の写真を見せてもらうと知っている人物で、我らが探偵部1から42話公開中です。3人同好会29話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回28話はりくが人形オタクであることをてつ、さくらにみくがバラしてしまう。動揺するてつでしたが、さくらは全く動じずみくを追い返します。29話はみゆと話すりくの視点。みゆはかなこのことを知っており、てつを自分のところへ連れてくればかなこのことを教えると言い出す。りくはてつを呼び出すかかなこを見捨てるかの2つの選択肢しかない状態で、3人同好会1から29話公開中です。ハチ子は何も知らない21話。この物語は男子高校生の薫がある日の夕方、世の中のことを何も知らないハチ子と出会い、そのハチ子が繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回20話は公園を歩くハチ子。そこへサーシャが現れ、薫の記憶を消したのかと尋ねると、ハチ子は消していないと言い出します。21話で追ってきた薫とハチ子が合流。ハチ子は自分の気持ちを薫に言うことはできませんでした。その後、アイルから呼び出されるハチ子。そこでアイルから薫に告白したのか質問されて、ハチ子は何も知らない1から21話公開中です。ハチ公楽園は今日もファンタスティック。この物語はハチ公楽園の顧問と部員たちによる奇妙な日常を描いたストーリー。学内で起きた盗難事件の解決に立ち向かう楽園部員たち。浮かび上がった3人の容疑者に事情聴取をしていき、犯人を探していく内容となっています。前回4話は給食費を盗んだと思われる人物を3人で出していきました。校長の娘、学校事務員、数学教師の3人が怪しいという議論に、5話で怪しい人物の1人、校長の娘に事情聴取をする3人。話を聞いていくとお金には困っていない様子で、ハチ公楽園は今日もファンタスティック1から5話公開中です。閣僚と異界の姫16話。主人公一ノ瀬いつかは働き始めたばかりの社会人1年目。ある日の夕焼けの時間、同期の榊一馬、白藤司と別れたいつかは実技訓練生の綺麗な少年とぶつかってしまう。そして上司である時梨明人が待つ開発室の扉を開けると、そこは不思議な香りに満たされていた。気がついたらいつかはどこか知っているようで見知らぬ世界、閣僚へと迷い込んでいました。こちらはプロ声優によるハッチポット VR 公式フルボイス作品です。前回15話では無事3人ともカンナギの城へ帰ることに。宗介、忠之を交えた5人で今回の件を話していると、如月制限について忠之が知っており、10年前にカンナギの城にいた人物だと話します。16話で今後の方針について決まり、会議は終了に。すると宗介からいつかに2人で話したいことがあると言われます。そこで自分たちの中にいつかをこちらに連れてきた人物がいるかもしれないと言われ、閣僚と異界の姫プロローグ1から本編16話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポットストアからご覧ください。はじめの話は無料で見れますよ。またハッチポット VR では VR 作品を作るクリエイターさんを随時募集しています。概要欄にあるハッチポットクリエイター登録リンクからすぐに VR アニメを作り始めることができるので、ぜひ登録してみてください。脚本があれば誰でも簡単に VR アニメ化できてしまいます。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味ある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。